こんばんは。今日も一日お疲れ様でした。久々に当院をご覧いただきありがとうございます。最近の調子はいかがでしたか？体がだるくて重い日が続いているんですね。そして眠れない日もある。ありがとうございます。そしたら、まず顔色のチェックから始めさせていただきますね。それでは失礼します。確かに顔色少し悪いですね。ありがとうございます。やっぱり世話しない日々が続いていると、ご自身でも気づかれないうちに少しストレスが溜まってしまっているのかもしれません。疲れが溜まると、実はお耳の中にもストレス性の汚れが溜まっていきます。それを取り除いてあげると少し心が楽になるので、今日はそれを一緒に取り除いていきましょう。それではまず早速お耳の状態からチェックしていきましょうか。それでは早速こちらのライトを使って現在のお耳の状態の方をチェックさせていただきますね。こちらのライトの方が少し眩しめのものとなっておりますので、目の方は閉じてもらっといて大丈夫です。それでは始めていきますね。失礼します。なるほど。やっぱり結構溜まっちゃってますね。このお耳の中からあなたが普段精一杯頑張っていることがとてもよく伝わってきます。そうですね、この辺りも結構溜まってますね。はい、ありがとうございます。それではこちらのお耳の方もライトでチェックしていきますね。それでは失礼します。やっぱりこっちの方も結構溜まっちゃってますね。耳の縁だったり、耳の裏、耳の周りあたりにも結構ストレスの方ついちゃってるので、これもしっかり取っちゃいますね。はい、ありがとうございました。これで耳の状態のチェックの方は終わりです。今チェックの時に外から見えた大きなストレスたち、これはハサミで切れるものになっているので、先に大きいものだけストレスはハサミで切っちゃいますね。それではまず最初に大きめのストレスから処置を始めますね。実は大きなストレスっていうのは耳の中から手で取れちゃいます。こんな感じで引っ張り出して、私がハサミでカットしていきますね。それではまず最初に勉強のストレスからカットしていきましょう。今日処置に使うハサミはこちらとなってます。一見普通のハサミに見えると思うんですけど、実はストレスカット専用に開発された特別なハサミとなっています。こちらのハサミで今日はしっかりストレスの方をカットしていきますね。それではまず最初に勉強のストレス引っ張り出しますね。まずは勉強の悩みから。カット。次にお仕事の悩み。次に家族関係の悩み。部活動の悩み。
先の悩み。恋愛の悩み。家事育児の悩み。人間関係の悩み。最後に他にもいろいろな悩みや挫折してしまったこと。はい、これで大きなストレスたちは私がすべてハサミでカットしておきました。少し心が楽になったのわかりますか？はい、よかったです。それでは今大きなストレスはすべて私がカットをし終わったんですけど、やっぱりまだ耳の中には小さな悩みだったりストレスの種がまだ耳の中に残っちゃってるので、次はそれを耳かきで一つ一つ丁寧に取っていきましょう。そしたら次に耳の中に残った小さなストレス性の汚れたちをこちらの耳かき3種類で取っていきましょう。この耳かきたちもストレスの汚れを取るために開発された特別な耳かきたちになってます。まず最初、こちらの白いデコボコした綿棒でストレスたちを取っていきますね。それではまず最初にこちらの耳から失礼します。痛かったら言ってくださいね。それでは入れますよ。失礼します。大丈夫ですか？痛くないですか？ちょっとジョリ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 っていう音聞こえますか？これがこの音の正体がストレスの汚れたちになります。まだ結構ストレスの方にたくさん詰まってるので、結構ジョリジョリっていう感じで大きめの音がしますよね。これを今日は一個一個丁寧にこんな感じで取っていくので安心してくださいね。少しずつ楽になっていきますからね。気持ちいいですか？少しずつ楽になっていくのがわかると思います。こんな風に一つ一つ丁寧に取っていきます。それでは反対側でもこっちの方は小さなストレスが取りやすいんですよね。少し高くて硬めの音がするのがわかりますか？やっぱりさっきの黒い耳かきだったり木の耳かきもそうなんですけど、ストレスによって有効な耳かきが違ってくるので、一つ一つのストレスに対して合った耳かきを使って取っていきます。はい、
ちの耳もやっていきますね。それではこちらの耳の方もストレス性の汚れ綿棒で取っていきますね。痛かったらいつでも言ってください。それでは入れていきますよ。失礼します。痛くないですか？大丈夫ですか？こっちもちょいちょいって耳かきの音聞こえますよね。やっぱりこっちも結構ストレスの方溜まっちゃってるので、丁寧に取っていきますね。垂れました。こっちもいっぱい溜まってるんですけど、一つ一つのこのストレスが小さくても、やっぱり意外とこの小さなストレスたちが悪さをしたりするんですね。眠れなくなったり、体調に変化があったり、落ち込む日が続いたり、意外とそれの原因って大きなストレスじゃなくて、この小さな悩みの種だったりするので、こういうのを一つ一つ丁寧に取ってあげることが大事だったりします。そしてこういうストレスたちって意外とご自身では気づかなかったりするんですよね。なのでこういう病院に定期的に来ていただいて、人の手で取ってもらうっていうことも大事だったりします。はい、取れました。でもこういう小さな悩みだったりストレスが溜まってしまうのは全然悪いことじゃなくて、どうしても毎日生活してると溜まってしまうものなので、決してそれは悩まなくても大丈夫です。こういう風に丁寧に私が一つ一つ取っていくので、定期的に通ってもらえればと思います。また取れました。残りちょっとですね。ここに柔らかめのストレスがあるので、こういう風に詰めて、はい、取れました。それではこちらの綿棒で取れる分は取っちゃったので、次は別の種類のストレスを除去するために黒い耳スキットを使ってストレスの方を取っていきましょう。それでは次にこちらの耳スキットというストレスを取る道具、こんな風にもじゃもじゃもじゃーってしているので、これが小さな小さなストレスたちをかき集めて取ることができます。それでは先ほどと同じようにこちらの方から小さな小さなストレスの方を取っていきますね。それでは入れていきますよ。失礼します。聞こえますか？プチ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 って本当に小さなストレスたちの音が聞こえますよね。
施術好き嫌い分かれたりするんですけど、やっぱり小さなストレスほどうちでは結構重要だと捉えているので、しっかりこちらもやっていきますね。苦手だったら言ってくださいね。はい、取れました。やっぱりこういう小さなストレスは毎日溜まっちゃうので、こういう小さいのはお家でも自分で綿棒とか使って取ることができたりするので、たまにちょっとお掃除してあげてくださいね。はい、取れました。こんなに小さいストレス溜まってましたよ。そしたらこの小さなストレスを次はこのもじゃもじゃの後ろ、仕上げの方を使ってまたきっちり丁寧に取っていきますね。それではさっきこっちのもじゃもじゃの方で取っていた小さなかけらたち、それをこっちの棒みたいな方で最後仕上げ取っていきますね。この小さなかけらたちの仕上げの作業についてはそんなに難しい作業にならないので、両耳同時にやっていきますね。それではこちらの耳から入れていきます。大丈夫ですか？こっちも入れますね。それではそっちの方始めます。痛かったら言ってください。それではいきますね。大丈夫ですか？少しずつ楽になりますからね。ちょっとずつ取れてきてます。残り少しですね。切れそうです。はい、これで小さなかけらたちは黒い耳スキットで取り切ることができました。それでは最後の仕上げとして一般的なメジャーな竹の耳かきで綿棒を使いながらきれいなすべてのストレスを取り切っていきましょうね。それでは
ちらのわたわた付きの竹の耳かきを使っていきますね。こちらのわたわた、一見普通の梵天のように見えると思うんですけど、実はこれも特別になっていて、この一つ一つの毛にストレスが吸収されるような仕様になってます。これを使っていきますね。最初の耳のチェックの時に耳の周りにもストレスがあるって言ったと思うんですけど、それもこういう風に白いわたわたで取れていきます。これ取っちゃいますね。そしたら耳の周り、耳の縁もこんな風に取っていきます。あとはこの耳の溝ですね。ここって溝あると思うんですけど、ここもちょっとストレス、やっぱり溝があると溜まりやすくなっちゃうんですよ。これを丁寧にわたわたで取っていきます。耳の裏もわたわたでストレスを吸収して、あとは耳たぶですね、洗っちゃいます。耳のこっち側やいろいろな溝もしっかりわたわたで悩みの方を取っていきます。はい、じゃあ周りの方をこのわたわたで取っちゃったので、そしたら最後この竹の耳かきで中に残ってしまった小さなストレスたちを丁寧に最後まできっちり取っていきます。それではまた痛かったら言ってください。失礼します。痛くないですか？よかったです。やっぱり最近コロナ禍でリモートを実施している学校や企業が増えてますよね。皆さんリモートが増えてるせいで悩みやストレスが溜まっても人に話せない人が増えてるみたいなんです。やっぱりストレスや悩みっていうのは結構人に話すとなくなったりすることもあるので、やっぱりそういう機会が減っちゃってるのかもしれません。そういう時はここに来て何でも話してください。私が最後まで聞いてあげます。そして話も聞いてあげることができますし、こんな風に耳かきでストレスを取ってあげることもできます。なのでもっと定期的に来てくださいね。わかりましたか？はい、お願いします。やっぱりね、ストレスっていうのは耳かきされてるのを見てるとわかると思うんですけど、自分一人じゃ取れないことも多いんですよね。自分一人で取るのが得意な人は案外ストレスのね処理もできたりするんですけど、ほとんど多くの人は案外一人よりこういう風にね、人に取ってもらったり話を聞いてもらった方が綺麗に汚れが取れたりします。なので我慢しすぎずに、無理しすぎずに、ちょっとしんどいかもって思った時点で来てください。溜め込んだらね、こういう風に時間をかけて取る必要があるので、あまり溜め込まずに定期的に来ていただけるとストレスの方もすごく簡単に短時間で取れるので、ぜひ定期的に来てください。はい、よいしょ、慣れました。結構今回はストレスの方溜まってたんですけど、結構もうね、こっち側の耳もすごく綺麗になってきましたよ。ちょっとずつ心が楽になってるのわかりますか？
最後まで丁寧に一つ一つ取っていきますね。また取れました。中の方もきれいになってきたので、わたわたで吸収して、またこっちでちょっと取ってきます。あと残り少しですからね。あと残り一つです。こんな風にかき集めて、はい、きれいに取れました。よく頑張りましたね。はい、じゃあこっちの耳は終了です。それでは最後、こちらの耳も先にこちらのわたわたの方で取っていきますね。それでは耳の裏側から、耳の中まで入り込まなくても、こういう外部から受けたストレスってこういう外側に付着しちゃったりするんですよね。入り込む前にこういう風に吸収して払っちゃうことが大事です。耳たぶも丁寧に払って、やっぱり溝ですね。溝も取っていきます。この外側から受けた悩みだったりストレスって本当は気にしなくていいんですけどね。でもやっぱりどうしても優しい人だったり頑張り屋さんほどそういうのがストレスになったり、こうやっぱり付着しやすかったりするので、そういうのはこういう風に定期的に払って気にしないことが大事です。ここら辺もワシ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 縁もきれいに取って、はい、これで周りの方はまたきれいになったので、そしたら中の方最後これで仕上げしていきますね。たらまた入れていきますね。痛くないですか？
ますね。垂れました。もう結構残りあと少しですね。また取れちゃいました。ストレスがたくさん溜まってるのは決して悪いことじゃないですし、恥ずかしいことでもないので、そこは本当に気にしないでくださいね。やっぱりさっきも言ったんですけど、優しい人だったり頑張り屋さんだったり、他の人を思いやれる人ほどやっぱりこういうストレスっていうのは溜まりやすくなっちゃうものなんです。なのでストレスが溜まることは悪いことじゃなくて、こういう風に自分のためにも定期的にストレスをなくしちゃうのが大事です。取れました。残りあと少しですね。大丈夫ですか？少しずつ楽になってきてますよね。もう残りあと少しで終わりますからね。はい、取れました。それではこちらで耳かきによる小さな耳やかんの処理は終わりとなります。お疲れ様でした。少し心が楽になりましたか？よかったです。これからも汚れが溜まったら絶対私がきれいにしてあげるので、一人で溜め込まずにこんな風にうちに来てくださいね。それでは耳かきの施術お疲れ様でした。最後にこんな風にちょっとやっぱストレスで耳硬くなっちゃってるので、こんな風にマッサージおまけでやっちゃいますね。耳のマッサージについてはそんなに難しいものじゃないので、ご自身で今日疲れたなって思った日にはこんな風に自分でマッサージしてあげてください。ちょっとストレス取れると思います。耳にはすごく多くの神経があったりツボも多いので、ネットとかで検索すると耳のツボいっぱい出てきたりするので、今日ここがストレス溜まったなって思ったらその部位に当たるところをこんな風にマッサージしてあげてください。リラックスできますよね。
して良くなろうとしなくても大丈夫です。今のままであなたは十分とっても素敵です。今のままでも大丈夫です。安心してください。すべての手術は終了となります。お疲れ様でした。それでは本日本当に手術の方お疲れ様でした。ストレスがあってしんどい中ここに来てくださったこと本当に嬉しかったです。これからも定期的に通ってくださいね。これ気になりますか？これは私からあなたへのプレゼントです。じゃあ渡しますね。どうぞ。はい。この白いクマさんはあなたが忙しくてこの病院に来れない時に私だと思って一緒に寝てあげてください。少し安心して寝れると思います。はい。ぜひ使ってあげてください。それでは今日はこのまま一緒に寝ましょうね。はい。そしたら目を閉じてリラックスリラックスリラックス、深呼吸してリラックスリラックスリラックス。ここにはあなたを傷つけるものは何一つありません。安心して目をつぶって深呼吸してリラックスリラックスリラックス。そしたら目をつぶりましょう。はい。それでは最後カウントダウンをしていきますね。安心して寝ていいですからね。それでは15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。おやすみなさい。